今回はですね、こちら、ブルーティーというメーカーの EB3A268W タイプのポータブル電源、こちらをね2泊3日で使っていこうと思います。こちらはね、ブルーティーさんからご提供いただいたもので、最後にねこちらを実際に使ってみての、感想をまとめたいと思います。こちらは容量が 268Wなんですが、出力できる電力が 600W と、非常に大きいですね。ちょうどね今こちらの車内に3台のポータブルバッテリーがあります。一番下から 1000W タイプ容量ですね。でこちらが 700W でこちらが 268W とで、今回は2泊3日の旅なので、その様子はね全部このブルーティーの 268Wh タイプだけで過ごすことができるのかやってみたいと思います。今こちら 98W ずつ充電できています。なので今から1時間ぐらい運転しますので、100W ぐらい充電されるので、これでフル充電になると思います。そうですね、フル充電するのに多分 0.6H って書いてるんで、0.6時間ですね。なので40分ぐらいあればこれがフル充電されますよっていう目安になってると思うので、非常に分かりやすくていいですね。でこの充電は、これですね、こちらのコードなんですが、今までと同じようにシガーソケットから充電しています。本日の車中泊スポットに到着しました。今ねこっち一本道路の脇にからね入ってきたところで、非常に静かなのがいいかなと思ってこちらのタイムズにしました。料金は2000円になりますかね、2日で。今回は東京競馬場2泊3日の旅になります。この2泊3日をですね、ブルーティーさんからご提供いただいた、EB3A というね、この小型のポータブルバッテリーを使って実際過ごしてみたいと思います。こちら、走行充電シガーソケットからしてきたんですが、今ね完全に 100% に戻りました。で今日はねもうちょっと寝るだけなんで、使う場面あんまりないんですけど、明日ねフルに使っていこうと思います。今まで持っていたねポータブルバッテリーともうこの時点で、違うのが一つあります。こちらワイヤレスチャージができちゃうんですよ。すごいですね。こんなポータブルバッテリーでもこんなことできちゃうんですね。このバッテリーの上に置くだけなんでね、非常に楽しみですね。充電のコードただでさえ車の中ね結構ごちゃごちゃするんで、コードレスで充電できるっていうのは非常に今日楽しみです。夜中のもう1時前なんですけど、ここだったらね、なんなら9時に起きても1レースに間に合いますんで、そういったね朝ドタバタしなくていいっていうのが競馬場の近くで車中泊する醍醐味かもしれません。ですでにねこの外3台しか止められないのかな。で安いねこういう24時間1000のところは競馬の当日になるともうまず埋まってしまうので、そういう時はもう前乗りして安い料金の駐車場を確保するという、これができるのはねキャンピングカーだけですから、そのね恩恵を最大限享受していこうと思います。今 84% ですね。昨日 iPhone 充電していたので、それで 16% ぐらい消費したっていう計算ですね。やはりね朝結構コーヒーを飲みたいので、こちらのねブルーティーのポータブルバッテリーを使ってこのポットをお湯を沸かしていこうと思います。こ
ちらのポットがだいたい消費電力が450から500ぐらいで、ポットの中ではかなり省電力な方ではあるんですが、こちらのポータブルバッテリーは容量こそ268しかないんですが、それに対して倍以上の 600W 出力することができますんで、理論上はねこのポットも動かすことができるはずです。この容量以上にね出力ワット数があるっていうのはかなり珍しいタイプなんで、このお湯を沸かせるかどうかっていう問題が、車中泊の中では僕の中ではかなりポイント高いんで、これでねお湯を沸かせたらこのポータブルバッテリーだけでかなり幅が広がるかなと思います。でまず電源を挿します。で AC 使うんでこちらも入れます。今 84% なんでコーヒー1杯分、約 200ml ですね。沸かすのに何%消費するか測っていきます。ではスイッチオン。これはかなり食うと思います。もうすでに 438W 消費してます。でこのバッテリーのいいところはすぐねこうやって画面が消えるんですよ。意外とこういう消費電力を抑えてくれるっていうのはありがたいかなと今思ってます。お湯1杯沸きました。84% だったんですが残量が 70% ですね。なのでほぼ 15% ぐらい消費したっていう感じなので、だいたいこのポットでお湯 200ml だったら6回ぐらい沸かせるかなという計算です。はい、こんな感じでね熱々のコーヒーを車内でもいただくことができます。いやポータブルバッテリーすごい進化ですね。こちらねホットサンドメーカーとそしてね IH も、こちらのポータブルバッテリーで動かすことができます。600W まで使えるのでもうほぼ中火で調理することができるので、かなりね車中飯の幅も広がると思います。寝癖直すのにヘアアイロンいつも使ってますんで、これでねポータブルバッテリーでもどれだけ動かせるか確かめてみようと思います。で今電源もオンにしました。ヘアアイロン自体はこんな感じで、60ちょっとですねのワット数なので、書いてる通り、こちらですね下です。この容量でいけば、3.7 時間使えるっていう計算ですね。なのでヘアアイロンの場合はかなり長時間、ヘアアイロンそんな長時間使ってもしょうがないんですけど結構使えます。今回ねこちら鎌倉シャツさんというねとこのワイシャツ買ってきました。こちらねなんか洗濯してもシワにならないというね代物だそうで、いやまさに車中泊にぴったりだなと思って買ってみました。はい、ではね、体勢が整いましたんで今から競馬場行って、一仕事出勤していきたいと思います。じゃあ行ってきます。今からねまずお風呂行こうと思います。駐車場からねもう徒歩4分の場所に、
桜湯というね、前回ね車中泊した時にも使った場所です。いや徒歩圏内でねお風呂あるのはありがたいです。やはりねこの辺りの相場調べたんですけど、やはり24時間1000円は安いですね。他は12時間で1500円とかなので、いや車中泊するにはもうここが一番半額以下で使えることが判明しました。せっかくね、車内 FF ヒーターありますんで、少し温まろうと思います。あそこのね今光ってるところのバーを回すと、マックスまで行くとかなり熱くなるんで30度とか行くんで威力が半端ないヒーターです。で車のねサブバッテリー使っていますが、まだね残量半分以上ありますんで大丈夫だと思います。でこの下のね排気口から、もうすぐブワーって出てくるんで、このあったかい風が下から出てきます。やっぱね床がね一応断熱材とあとねタイルも置いてるんですけど、それでもねやはりちょっと冬は寒いですね。これからねちょっと冬対策もう少し考えていかないといけませんね。こんな感じでまだ競馬の復習がね、今日のメモってきたことをまたねパソコンに保存して、どんな自分の感想をね抱いたかっていうのをメモって、また次の予想に生かしてます。今ねヒーターつけて10分ぐらい経過しましたが、もうすでに17度ですね。こんな感じで、毛布をね膝にも敷いて少し暖かくしています。省電力の暖房器具っていうのをねもう少し探す旅に出たいかなとは思います。防寒グッズありましたらぜひコメント欄で教えてください。今日はですねこちらのおでんを温めてご飯食べようと思います。電源は、こちら今ご提供いただいていますブルーティーのポータブルバッテリーを使います。そして鍋はですねこちらですね、省電力のミニ鍋。こちら消費電力が 250W なので、そんなにね電力を食うこともなく使えると思います。で今残量がですねこちら 69% ですね。なのでこれでどれぐらい残量電力食って残量がかかるのか確かめてみます。ではね電源入れていきましょう。スイッチオンで、消費電力がやはり今 275W ですので、この計算でいくと 0.6 時間使えますよということなので、3、40分ですね。なので、30分以内に沸騰してくれれば大丈夫なんですけど、それがねどれぐらいかかるかっていう感じですね。沸騰するまで少し待機してみましょう。現在10分ちょっとですね、火こちらつけてから、時間が経ちましたのでちょっと中見てみましょう。何の音沙汰もないんですけどどうでしょうか。いけてますね。というわけで、無事にねこちらのブルーティーのバッテリーでもおでんを温めることができました。でもバッテリーだいぶやはり消費してますね。半分ぐらい使った計算です。ただね本当に1泊2泊ぐらいであればねこちらの容量でも、十分こういった料理も作れるっていうことが、このね容量からも見て取れると思います。
なんか洗濯物とかが生活感丸出しというか、いや本当に家だなって感じですね。なんかごちゃごちゃしているんですけど、これはこれでね家感でいいかなと、自分では思ってます。熱々に温まってます。意外と省電力でおでんもね温めて車内で食べることができますね。ごちそうさまでした。で使っていたこちらのトラベルマルチクッカーなんですが、こんなに4つもあるんですけど綺麗に全部収納することができます。というわけでこのサイズに収まることができるので、やはりねこのトラベルマルチクッカーというだけあって、旅行をね想定して作られてますんで、非常にコンパクトになって、車中飯にはかなり重宝するアイテムになります。せっかくなので、今晩はですねこちらのブルーティーのポータブルバッテリーで、iPhone、 そしてこちらのタブレットのペン、そしてタブレットですね、計3つ充電していこうと思います。ちょうどですね USB が2つありますので、両方ね使って、なおかつね USB 足りないよって思ってもワイヤレスがあるんで、スマホはワイヤレスで対応できるということで一気に3つできますね。いやこんだけね小型なんですけど3パターン一気にね同時充電できるっていうのは非常に大きいです。ちょっと今暗いんですけど、ここにね地味にちょっとライトとかもついててですね、こんな感じで光がつくので、今ね一回こうやって、電気消してもこういうねライトがつくので結構明るいですね。で点滅とかもついたりするんで、キャンプ場とかでもねこういうライトあると非常に心強いと思います。で今ちょうどアウトプット14ワット出てるので6時間ぐらいですね。なので充電今3つやってますけど、6時間後にこれが全て容量がおそらくなくなってしまうとは思うんですけどね、消費電力も注目したいと思います。おやすみなさい。充電していたこちらのポータブルバッテリーなんですが、残量ですね 17% になっていました。で両方ですね、多分こっちもこっちもタブレットとタブレットのペン両方満充電になって、でしっかり満タンになった後は、差しっぱなしでも電気使わずに終わってくれてますね。0ワットになっているので、無駄にね消費することなく、物によっては差しっぱなしでもここが1とか2になって残量が減ってしまうというねバッテリーもあるんですけど、こちらの場合はちゃんとしっかり満充電になったら差しっぱでも勝手に止まってくれるんでね、非常にエコです。というわけで夜中多分 39% とかだったと思うんですけど、タブレットとタブレットのペン、そしてね iPhone3 台合わせて 20% ちょっとですね消費したという計算になります。2泊3日ね完全にフルに使い倒しましたけど、それでもまだね残量残っていますんで、十分一人では車中飯と、そして、機器のねこういったタブレットとかはねない人もいると思うんで、それでも十分使うことができました。ではねここからまた競馬場へ出勤しに行ってきます。
旅終わりました。EB3A のこちらのねポータブルバッテリーの最終的なレビューをしていこうと思います。改めてねちょっと軽くスペックを紹介すると 268W の容量ですね。で出力が 600W まで出力できるという製品になります。一番最初大きかったのはですね、こちらワイヤレスのこちらの充電ですね。スマートフォンをねここ置くだけで充電することができるので、コードレスにもなるし USB いっぱいになってしまってる時でも充電することもできるし、何より便利ですよね。置くだけでっていうワイヤレス充電器を使ったことがなかったんですけど、初めてねこのワイヤレス充電っていうものを知って、いやすごい便利だなと思いました。で2つ目はですね 600W まで出力できるっていう点が僕はかなり気に入ってます。普通はだいたい 268W の容量しかなければ多分最小クラスなんですけど、この260、200、300が最小クラスの容量ではあるんですけど、そうなると出力も300までしかいけないとか200までしかいけないっていうのがめちゃくちゃ多いです。容量こそ少ないけど出力できるワット数が大きいっていうこちらの製品が今までになかったものなんで、それが非常に僕の中では評価ポイントですね。でさらにまだね実際にはやってないんですけど、評価ポイントはですね高速充電なんですよね。普通の AC から充電することができるんですけど、コンセントから充電した場合ですね、なんと40分で 70% まで復活することができます。いやすごくないですか。なので今まで僕はポータブルバッテリーの充電のためにホテルを宿泊してで持ち込んで充電とかしてたんですけど、変な話40分でよければ充電のためにホテルに泊まる必要っていうのはなくなるわけですよ。なので漫画喫茶とかね快活クラブでよくシャワー浴びてますけど、シャワーを浴びてる40分お風呂に入ってる間はこれを充電しておけばもうそれだけで済んじゃうんですよね。車中泊というかね旅のお供に急速充電っていうのはかなり有効な機能だなと思いました。であとね一つずつちょっと細かいところで言っていくと、出力のねタイプが多いっていうのもいいと思いましたね。AC のね普通のコンセント使えるのはもちろんなんですけど、USB も使えて、あとは USB-C ですよね、タイプ C。 しかもこれ 100W まで出力できるんでPD ってやつですかね、めちゃくちゃ速いやつなんですよ。なのでタイプ C のねノートパソコン、僕もねタイプ C のノートパソコンなんですけど、これはねそのまま充電することもできるんで、いろんなね製品が充電できるっていうところがポイント高いと思いました。で、普通にね DC もあるんで、車用のね炊飯器とか、ポットとか冷蔵庫とかその辺の製品も使えるようになっているということで、バリエーションが多いっていうのも非常にいいですね。であとはですね、僕みたいにこの車で生活してなくてもおすすめな理由があって、それはですね、これを家の電源とあとこちらの家でもねこちらを非常電源として使うことができます。どういう場合かというとですね、電源とコンセントとあとこの製品を間に挟ませてで使っておけば、これを仲介役として万が一その停電とか起きた場合に一気にバシャって全部冷蔵庫とかねパソコンとか切れちゃいますけど、それをこいつをこのね1台をかませておくことによって停電したらこっちに非常用電源で切り替えてくれるということで、電源が落ちることがないそうです。なのでたまにねキャンプ出る人はキャンプとかに行く時に使ったりで、それ以外の時は家に、ね、置いといてもいいということで、いろんな使い方ができる1台かなと思いました。で今のねリチウム電池っていうのは非常に効率が良くてですね、なんとこれ2500回サイクルいけるそうです、充電して。大体の人はこれ1台買ったらもう一生使えるっていうレベルなんじゃないでしょうか。なのでこちらね希望小売価格というかね、通常販売価格が 34,980 円なんですけど、機能的に問題さえなければ一生使うこともサイクル的には可能です。なのでリチウムイオンってすごい進化ですね。改めてねちょっと凄さを感じました。あんまり気にはならなかったんですけど、この車のシガーソケットから充電する時の充電コードがデフォルトでは付属してないという点ですね。なので初めてのポータブルバッテリーで車で車中泊で使いたいよという方はですね、車用のシガーソケットをつなぐコードさえあればですね、移動中にこちらを充電することもできるんですよ。
なんですけど、ただコードを持ってないとそのコードをあえて買わないといけないという手間がちょっと面倒くさいかなと思いました。ちなみにね、その専用のコードはサイト内で1680円で購入することができます。容量が 268W の割にはちょっとでかいかなと正直思います。ジャクリー700とね比較しても、こちらのねジャクリー700は容量が700あるんで、言うたら3倍ぐらい違うんですけど、大きさはほぼ一緒、ちょっと小さいぐらいなんで、そこがねどう取るかってとこですね。で、ただ出力は 600W、逆に言うとジャクリーは出力500までしかいけないんで、もうちょいいけたかな、定格出力が500とかなんで、そういう意味では電力のパワーはこっちがあるんですけど、スタミナがないっていう感じなんで、何を大事にするかですきね。で、あとは多分急速充電がめちゃくちゃいいんで、その分ちょっとなんか大きくなってんのかなという気はしないでもないです。大きさ的にねちょっとそこが引っかかんなければ、それでもいいかなと思います。というわけでですね、以上がこちらブルーティーさんの EB3A のポータブルバッテリーの実際に2泊3日で使用してみたレビューになります。ただね、寝てる時とかここに置いてたんですけど、全くねその静音というか音もね全然しなかったし、お湯沸かしてる時もめちゃくちゃそういえば静かだったなって思いますね。はい、というわけでですね、今回は無事に2泊3日の旅、すごいですね。この 300W、268W だけで十分電力も賄うことができました。今日でね、東京での競馬が終わってしまったので、少しずつまた西へ移動しながらね、旅へ出てバンライフを送りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。